こんにちは。ゼロから行政書士第3回です。前回は法の分類という4つの切り口を学びました。今日はその方がいつから聞くのか、どう読むのかを学びます。テーマは法の効力と解釈です。地味に見えますが、条文を正しく使うための大切な土台になります。今日のテーマは大きく2つあります。1つ目は法の効力です。法がいつからどこまで効くのかを見ます。2つ目は法の解釈です。条文をどのように読むのかを整理します。どちらも条文を使いこなすための前提となる知識です。行政書士試験では条文を正確に読む力がそのまま得点につながります。順番に優しく確認していきましょう。まず、法の効力の始まりから見ていきます。法律が成立すると、まず公布が行われます。公布とは、成立した法令を国民に広く知らせることです。次に施行によって、その法令の効力が実際に生じます。公布と施行は別々のタイミングである点に注意しましょう。公布から施行までの流れを整理します。まず、国会で可決されて法律が成立します。次に、官報に掲載する形で交付され、国民に知らされます。そして施行日を迎えると、効力が発生し、適用が始まります。多くの法律では、公布と同時ではなく、少し先の日を施行日と定めます。準備の期間を置くことで、国民や役所が新しいルールに備えられるからです。施行日に特別の定めがなければ、公布の日から20日を経過した日から施行されます。次に、法律不遡る原則を学びます。法は原則として過去に遡って適用されません。これを法律不遡用の原則と言います。行為をした時点で予測できなかったルールで後から裁くのは不公平だからです。この原則は法的な安定と予測できることを守る役割を持っています。ただし、不遡用には強弱があります。特に刑罰については、後から作った方で処罰することが厳しく禁止されます。これは憲法第39条が定める大切なルールです。一方で、刑罰以外の分野では、遡って適用が認められる場合もあります。例えば、国民にとって有利になる改正などがこれにあたります。つまり、不遡用は刑罰で最も強く働く原則だと理解しておきましょう。続いて、法の解釈に入ります。法の解釈とは、条文の意味を明らかにする作業です。条文は言葉でできているため、そのままでは結論が出ない場面があります。また、想定していなかった事柄が後から起こることもあります。そこで、条文の意味を読み解く解釈という作業が必要になります。解釈は大きく、分離解釈と論理解釈の2つに分かれます。2つの解釈を比べてみましょう。分離解釈は条文の言葉をそのまま素直に読む方法です。論理解釈は条文の趣旨や法全体の体系から意味を考える方法です。この論理解釈にはさらにいくつかの種類があります。分離解釈だけでは不都合なとき、論理解釈で結論を補うイメージです。代表的なのが類推解釈、反対解釈、拡張解釈、縮小解釈です。論理解釈の代表を4つ確認します。類推解釈はよく似た事柄に同じ結論を及ぼす読み方です。反対解釈は定めがない事柄について反対の結論を導く読み方です。拡張解釈は言葉の意味を広げ、縮小解釈は反対に狭めて読む方法です。同じ条文でもどの解釈を取るかで結論が変わることがあります。イメージをつかむために身近な例で考えます。車の乗り入れ禁止という看板があったとします。では、
自転車は入って良いのでしょうか？危険を防ぐ趣旨だと考えれば、自転車も禁止と読む類推解釈になります。車だけを禁止したと読めば、自転車は良いという反対解釈になります。このように条文の趣旨に立ち返って考えることがとても大切です。どの解釈が適切かは、その条文が何を守ろうとしているかで決まります。ここで大切な注意点があります。刑罰を科す場面では、被告人に不利な類推解釈は許されません。これは罪刑法定主義という考え方から導かれます。何が犯罪かは、あらかじめ法律で定めておく必要があるからです。解釈によって処罰の範囲を後から広げてはいけないということです。なお、罪刑法定主義は憲法を学ぶ上でも繰り返し登場する考え方です。ここで今日のクイズです。刑罰について後から作った方で遡って処罰することはどうでしょうか？ A は原則として自由に認められる。B は憲法により厳しく禁止されている。C は国会が認めればいつでもできる。少し考えてみてください。正解は B の憲法により厳しく禁止されているです。刑罰の遡行為は憲法第39条で禁止されていると覚えましょう。今日のまとめです。公布は法令を知らせること、施行によって効力が生じます。法律は原則遡って適用されず、特に刑罰の遡行為は禁止されます。解釈には分離解釈と論理解釈があり、刑罰での類推解釈は許されません。今日の内容はこれから学ぶすべての科目の基礎になります。条文を使う土台としてしっかり押さえておきましょう。次回からはいよいよ憲法に入ります。第4回は憲法の基本原理を学びます。国民主権、平和主義、基本的人権の尊重という3つの柱を整理します。この動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録で応援してください。それでは次回またお会いしましょう。